皆さんは岐阜県の山中に残されたコンクリート造りの発電所をご存知ですか？鉱山の自家用発電所として建設された戦後の発電所です。しかし長年放置されてきたため、発電所のことを知る人が少なくなり、今回水力調査委員が調査をしたところ、特殊な発電所であるのが分かりました。今回は知られざる時第二発電所の記録と、なぜここに建設されたかを紹介してみたいと思います。牧田川の支流の生栗川上流にコンクリート造りの建物が残されています。これが時第二発電所です。時第二発電所は下流に建設された時発電所の水量増加工事の一環で、白石工業によって建設された発電所でした。当時、時発電所が水量不足により規定の出力に達しないことから、たびたび出力低下を起こしていました。そこで建設時から計画されていた隣接河川の藪谷川を取水することで出力を引き上げようと考えられていました。ところが東邦電力は採算の都合上建設することができませんでした。時発電所の出力低下が続き、需要と供給のバランスが崩れたことで稼働が困難に陥ってしまいました。そこで他方面から電力融通を行い、時発電所は廃止することになりましたが、東邦電力は当時から大口の送電先であった白石工業に発電所を売却することになりました。こうして白石工業によって出力増加工事も引き継がれ、時発電所の出力増加工事は着手されることになりました。その工事の一つに藪谷川の水を生栗川へ放水し、さらに落差を利用する時第二発電所の建設計画が立てられていました。時発電所の出力を引き上げるため、隣接河川である藪谷川をトンネルで生栗川へ放水することで生栗川の流量を引き上げることができました。この別河川を異なる河川に流すことを流域変更と言います。流域変更は本来の河川の流量が変更されることを示し、現在では認可が下りづらい方法の一つとされています。この流域変更工事はタンク間のトンネルで2つの河川を接続することにして、藪谷川の上流域から時発電所の取水口の上流部に向かい、トンネルが建設されることになりました。ところがタンク間のトンネルにしたところ、生栗川と藪谷川に60メートルほどの標高差が生じてしまいました。そこでこの落差を有効利用するため、時第二発電所の建設が起案されました。また時発電所の流量増加を最優先に進めるため、発電所の諸設備は放水開始後に設置することになりました。時第二発電所の設備の中に超速機が設置されています。奥村電機の超速機ですが、実は使用されずに長年放置されてきました。超速機とは水車の速度に合わせて流量を調整する設備で、水車は発電量に応じて回転数が変動します。水車は発電機とシャフトで連結されているので、発電機が高負荷になれば回転数は減少します。反対に発電機が低負荷になれば水車の回転数は上昇します。つまり回転数を一定にすることで、発電機の負荷が変動してもその変動に柔軟に対応できることになります。超速機は回転数をもとに流量調整の弁であるガイドベーンリングをロッドで動かし、水車への流量を調整し、速度を一定にキープします。これが超速機の役割となります。ところが時第二発電所の超速機を見ると、ガイドリングに接続されているロッドもなければ水車もありません。またここに設置されている超速機の構造は
ロッドの接続先が1箇所のところを見ると、横軸型フランシス水車で使用するものです。また、計測プーリー、油圧プーリーなどのベルトがかけられていないのを見ると、完全に使用されていません。では、なぜここにフランシス水車の超速機が設置されたのでしょうか。その答えは、当時の図面に残されていました。この図面は、時第二発電所の建設当初の設計図です。図面にはフランシス水車が記載されています。設計時の計画では、藪谷川からの放水流をフランシス水車で発電し、その放水流を時発電所へ放水する予定でした。ところが運用上の観点から、フランシス水車では不向きとされました。当時、時第二発電所は、下流の時発電所の水量を補うことを目的として計画されました。設計当初は、藪谷川の水を常時、生栗川へ放水することにしましたが、これでは生栗川の水量が多い時に、せっかく取水した藪谷川の水を破棄してしまうことになります。そこで、生栗川の水量が不足した時に、必要な分だけ補足する構造に変更して、ベルトン水車を2基設置して、流量に応じて2基動かす節水型の計画にされました。この計画変更のため、予定水量が半分になり、フランシス水車では操作が困難とされ、先に到着した超速機だけが設置された状態になりました。また、ベルトン水車の採用は白石工業がメンテナンスを考慮して率先して設置されたのもありました。実は昭和10年頃から桑名工場でコンプレッサーに水車動力としてベルトン水車が採用されていました。現在も動力室から対岸の山頂まで伸びる鉄管がベルトン水車に利用されたものです。白石工業がベルトン水車を導入したのは、ベルトン水車の利点を熟知していたからと言われています。ベルトン水車は一定負荷であれば、バルブの開閉のみで出力を簡単に変更できる構造でした。明治時代に多くの鉱山事業者がベルトン水車を利用したのはこのためでした。ここで一つの疑問が発生します。時第二発電所にはフランシス水車のための超速機はありますが、ベルトン水車の超速機が設置されていません。では、どのように水車の速度を調整していたのでしょうか。その答えは、時発電所の運転方法に隠されていました。時第二発電所の電力は、連絡送電線によって時発電所に一旦接続され、ここから工場の電力需要に供給されていました。つまり、この電力形態を簡単に表現すると、時発電所を主要発電所として、時第二発電所は副発電所ということになります。例えば、発電所で発電機が2基設置されている発電所があります。この発電所に 2500kW から 3000kW の変動型の電力負荷を与えることにします。この負荷はどのように処理されるのでしょうか。皆さんが考えられるのは、それぞれの発電機で出力を担うと考えますよね。実は運転効率を考えると、均等に分担せず、どちらかの水車を一定負荷に切り替えます。この発電所の場合、1号機を 1000kW までの変動運転にして、2号機を 2000kW に固定運転にすることができます。この2機の発電機は発電所内部で接続され、同期しているため、発電方法を割り振ることができます。これを並列運転と言います。では、この分担方法で示す1号機を時発電所として、2号機を時第二発電所とすると、答えは見えてきますね。時第二発電所は、時発電所に一度接続されていることから、2つの発電所は同期されています。そのため、場所は離れていますが、並列運転されていることになります。計画変更の際、設計者は発電所の特性を利用して、時第二発電所の超速機を省略することを考えたのでしょう。時発電所はもともと、村営の発電所で単独運転が予定されていたため、超速機が設置されていました。
そのため、負荷変動による水車の速度変化に自動で対応できる構造になっていました。さらに、時第二発電所は自己同期化法と呼ばれる運転方法を利用して操作されていました。まず、工場で電力需要が必要になる工程表が送られてきます。さらに緊急の際は工場から連絡が入ります。時発電所から時第二発電所へ連絡を送り、水車の運転を開始します。60kW 未満の場合は水車1機、それ以上の場合は2機動かします。水車はバルブを開放することで始動する手動設備でした。水車の回転が 60Hz の同期速度の 95% に達したら、発電機と連絡送電線を接続して発電機のモーター現象を利用します。これは発電機が電力を受電することで一時的にモーターとして動かして接続時のスパークを防止することができます。接続が完了したら同期速度を規定値に引き上げて0時電流を規定量に調整し発電を開始します。この時、同期検定器を確認して時発電所の速度と同期しているかを確認します。これで時第二発電所は固定負荷状態を作り、時発電所で負荷変動による速度変化を対応する並列運転をすることができます。しかし、この運転方法は工場の自家用発電所という他社と連携されていないためできる設備で、時第二発電所の単独運転は不可能という欠点がありました。これも設計変更による大きな落とし穴でしたが、設備の簡易化を考えたから導入できた方法でもありました。時第二発電所の水路は従来の水力発電所の設備よりメンテナンスを考慮した設計が採用されていました。特に水路は大半がトンネルで建設され、それ以外の水路は外渠を採用し、水路へ異物の混入を防ぐ設計になっていました。藪谷川には幅12メートル、高さ3メートルのコンクリート造りのダムが建設され、ここが貯水池とされました。当時、登山で訪れた人からは広い池があったと聞いています。しかし、現在は上流から多量の土砂が流れ込み、その面影はありません。ダムのすぐ横に土砂にうずもれた水槽があります。これが沈車槽です。幅2メートル、長さ10メートルの沈車槽で水量調整、排砂作業がされていましたが、林道整備の際に半分埋め戻されてしまいました。藪谷川の水は外渠によって約450メートル送水され、その途中には小さな水路橋も建設されました。さらに2つのトンネルによって生栗川へ接続されます。その一つが東藪谷に接続する240メートルの第一トンネルです。このトンネルから生栗川へ向けて勾配が大きくなり、東藪谷に建設された水路橋は圧力水路として施行されました。さらに東藪谷川に簡易ダムを建設して、これを点検口に接続して水路へ注水する構造になっています。ここで合流して、下通って、向こう側に流れ、水路橋の先から 1km の第二隧道によって生栗川の大谷に接続されます。時第二発電所の水路は圧力トンネルを使用しているので、浄水槽はサージタンクが採用されました。トンネルの出口には補助水槽が建設され、トンネル内部の圧力緩和、さらにサージタンクの水量調整、排砂処理を担っています。深いよ。さらに
この大谷の水量を水路に流すため、現在も簡易ダムから伸びる鉄管がそのまま残されています。サージタンクは特に機能のない単動式が採用され、タンク内の砂を排水するバルブがタンクの横にそのまま残されています。土器第二発電所の特徴は、発電所は付帯設備として建設されたことでした。土器発電所の流量増加を目的としていたので、土器第二発電所の水圧鉄管の末端は水車ではなく、放水口へ接続されるバルブでした。発電所はその後建設されたため、水車への分岐管、さらに全体の停止弁のバルブなどが順次取り付けられ、現在の状態になりました。水車は地下室に設置され、ペルトン水車が2基で、軸上にフライホイール、ベルトプーリーが接続され、さらに水車と発電機はベルト掛けが採用されました。また、運用の関係上、超速機がないので、水車は回転系を確認するのみで、2つのバルブにより速度を調整する構造になりました。こうして、土器発電所に放水をする一方で、発電所の設備を取り付け、現在の姿になりました。さらに、電気設備も順次工事を進め、出力 120kVA の同期発電機を1基設置して、そのまま連絡送電線に接続されて、3.5kV の送電電圧で土器発電所へ送電されました。ところが、発電所が竣工後、さらに設備の変更が開始されていきました。土器第二発電所は特殊運用により、設備の簡易化が可能になりました。ところが、途中で設計変更し、主要設備まで変更をするのは、単に簡易化を促進させたいだけではありませんでした。白石工業が土器発電所を買収したのは、村営発電所として設立時から電力を受電していたからと思われていますが、建設当時から深い関わりがあり、後に出力が引き上げられることをすでに知っていたからでもありました。そのため、買収後に直ちに流量増加工事を施行し、発電所の高出力化が計画されています。しかし、第二発電所の建設は建設費と発電量のバランスが悪く、黒字になるには厳しいものでした。さらに、不足電力を考慮して近隣で発電をしていた東社第一発電所、東社第二発電所を買収して、自家用発電所の拡充を行ってきましたが、どれも出力が小さく、採算が悪い状態が続きました。そこで、土器第二発電所の建設が急務になり、発電所の竣工後は、第二発電所の肩代わりだった東社第一、第二発電所は廃止手続きが提出されました。さらに白石工業の電力計画は進められ、土器発電所も大正10年から稼働を続け、設備の耐久年数、減価償却も終了していたため、土器発電所を廃止して、新規で発電所を建設する計画が立てられたのです。桑名工場の南側に小さなレクリエーション施設があります。この施設の奥に、あるものが残されています。ここが幻の発電所と呼ばれた山口発電所の予定地です。山口発電所は土器発電所に代わる計画で、従来の手動式の発電所では維持管理が困難なため、遠方制御で稼働できる全自動発電所を計画しました。さらに、出力も従来の 200kW 未満の中落差発電所ではなく、1000kW 以上の高落差発電所が採用されていました。取水は、倉影峠から流下する河内川に堰堤を設け、ここから暗渠で大納谷へ導水します。この谷で予水処理を行い、ここからトンネルで 1km 導水します。途中の冷川の建設大坑を利用し、簡易ダムを建設して、冷川の水も取水する計画にされました。さらに 1km のトンネルにより向山谷まで導水します。ここから暗渠によって上水槽に接続し、
落差185メートルにより、山口発電所は最大 4200kW の発電計画が立てられました。ところが、用地買収、測量、各種認可手続きが完了した頃に、オイルショックによる経済不況により、発電所の建設は保留状態になってしまいました。さらに業績は悪化して、昭和51年10月、桑名第一工場は閉鎖されてしまいました。時第二発電所が過度に設備の簡略化をしたのは、単に設備の都合からではなく、山口発電所の建設に本腰を切り替えたためでした。さらに第二発電所は改修工事が予定され、ゲートなどの手動設備の電動化が計画され、全自動発電所に改修予定でした。時第二発電所は第一発電所同様に桑名工場の閉鎖後、白石工業の元職員さんによって管理がされていました。しかし発電所が河川敷に建設されているため、度重なる土石流により発電所内が水没し、荒廃が進んでいます。第一発電所はイビデンの合計会社が再稼働に向けて工事を進めていますが、第二発電所の運用があっての第一発電所であり、高効率運転のため工事が終了次第、第二発電所の再開発も計画されていますが、補助金の打ち切りになれば建設はできないと言われています。17年の短命であった第二発電所は第一発電所に支えられた特殊な発電所として今後も評価されるといいですね。はい、今日の感想をぜひ一言でお願いいたします。ずっと。長いです。4文字です。ダメです。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。